ファンタジータワーは探検と成長の大きな世界ゲームだと思いますか？実際には兆候を探しています。糸引き向きの探偵ゲーム。ゲームは探偵よりも妹を助けることができる。シャーロック中黒ホームズはみんなを連れて行く。ネットホットファーストケース。オーロラ産業窃盗事件。見た目ほど単純ではありません。複数の勢力が関与している。陰謀、叫ばないで、私はこれを得ることができます。すべてあなたの助けです。キャッチコピーはカールは私を完全に切り落とすだろう。計算、そして我々が彼らに提供した偽のファイルはやがて役に立つだろう。復讐、シーガーという少女が両親のためにオーロラ産業に復讐するために、かわいそうに私に教えてほしいと頼んだ。ビジネス戦争、アスラダ、警察に追われているうちの会社を押し下げて。表現の徹底。以下ではこのケースを分析します。この事件は幻の銅の 4.0PV で初めて明らかになった。盗難はオーロラ中黒ビルディングのサイモン研究所で行われた。証拠の写真があります。英語に翻訳されたのはサイモンラボ。サイモンはオーロラ産業の主任科学者です。PV は3人の男と一緒に来た。2人の対話から。2人は兄弟関係と推定される。これ以上のハングアップはやめてください。老人の心を少しやらせてください。わかった、わかった、わかった。家の中の老人よりも何か。その中には重要な言葉があります。これらのファイルには多くの関係があります。通訳はあなたが来て初めて安心できます。この言葉の解釈に注意。翻訳は重要なメッセージを示します。ファイル内の内容。オーロラ産業の人々は知らない。だから妹に助けを求める必要がある。このファイルはどこから来たのか？保安官の話を聞きましょう。タンゼナコ、ゼ法中数的部。そうです、このファイルは連邦中枢のものです。ディレクターの助けを借りて、オーロラ産業に保存されます。3人の男がファイルを解読するためにファーウェイの妹を招待。疑う人もいる。オーロラ産業では2件の窃盗事件が発生した。PV では1回。メインラインでは主人公が手伝ってくれた。2回ともファイルが盗まれた。なぜ私はファイルが PV にあるというのか？陰謀があるからです。水曜日の強盗団でさえ騙された陰謀。局長の後ろの言葉をよく聞いてください。私たちが用意した偽のファイルもその時には役に立つでしょう。3つの単語に焦点を当てる。この2つの盗難のうち1つだけが本物のファイルです。 PV から盗まれたファイルです。ファイル盗難後、本物のファイルを取り戻すために社長とオーロラ産業は2つのことをしました。まずグループは決して窃盗をしなかったと主張した。2つ目は誤ってニュースを伝えることです。アーカイブはオーロラ工業ビルに保管されている。場所は13階に変更された。水曜日のニュースをキャッチするためにリークされた。これでわかるでしょう。水曜日の朝にファイルを受け取りました。しかし彼らは偽のニュースに惑わされた。盗まれたのは偽物だと思った。またメインラインで盗みました。2つ目の盗難は水曜日のために特別に設置された。主人公が巻き込まれた。主人公の技術がなければ水曜日はこの作戦に参加した。なぜ水曜日にオーロラ産業のファイルを盗んだのか？ここには深い理由はない。アンコールの両親がオーロラ産業に殺されたからです。2つ目はダークウェブのコストです。彼らの会話に注意を払う。このチケットは私たちは長い間ハンサムになります。明らかに盗難はお金のためです。しかしその中には個人の目的がはっきりしない。それは狐、つまり妹です。彼女はハッキング技術を使って窃盗の扉を開いた。家族に不満があるからです。それとも単なる小競り合いか？もし彼女がこのファイルが連邦政府から来たとしていたら、彼女は動き続けるのか？これらはフォローアップを待つしかない。これを理解する。本物の窃盗を知っている。ファイルの背後にある謎。6枚の写真から始めましょう。これらの写真は新バージョンがオープンする前の幻の塔です。爆発しました。オーロラ産業の盗難に関連する6枚の写真。2年間の拷問の後に言わなければならない。ついに幻灯が発表された。もはや何もない。またバージョンをウォームアップします。しかしそれは一貫したパズルです。以下はこの6つのチャートを詳しく説明します。1つ目は盗難の手紙です。水曜日のエースに所属している。しかしここでは注意が必要。このティーザーは P5X のティーザーではない。オーロラ産業ではない。最初の3人の男はそんなに幸せではない。2つ目は水曜日のグループの行動計画です。オーディン酒場は秘密基地。行動が始まる。ヘリックス橋を渡ってオーロラタワーへ。交通手段はシックだ。グレーフォックスが ID カードを取得して潜入を支援。3番目の情報が多い。一つ一つ見てみる。1つ目はオーロラ産業が最近発表した新技術。新技術は元のエネルギー機器の効率に匹敵する。まずオーロラ産業の背景を説明します。オーロラ工業はアジア州の伝統的なリーディングカンパニーです。しかし元能誕生の初めに紳士を考えずに自ら帆を張る。波を逃した。連邦が現禁止法を制定してから後悔した。原発禁止法、既存の原発技術の現状維持。新エネルギー技術の開発は認められない。違法である限り合法である。現能の研究を続けることを許された唯一の企業はキアオーデルエレクトロニクスです。オーロラ産業とは正反対です。オーロラインダストリーズの創業者。彼はオーロラ工業の保守的な態度に耐えられないからだ。自分でグループを組んで一人になる。オーロラ産業のエリート幹部を多く連れ去り。だからこそ電子機器は急速に成長しています。この文脈では投資家はより楽観的にキアオーデルエレクトロニクスの市場見通し。オーロラ産業の株価は下落した。オーロラ産業が利用する準備ができていることを示す新技術。投資家の信頼を高める。新技術とは何か？急いで下を見続けてください。2つ目のニュースはダークウェブから。オーロラ産業の新技術に関する情報に検証がかけられている。非常に高い報酬。高い報酬は集中する。それが水曜日のグループの目的です。天国の報酬。このニュースを投稿したのは誰ですか？
3番目のニュースをご覧ください。ゾンデル表示。オーロラ産業の新技術は、エネルギー製品の市場ポジションはショックを与える。何が電子メールにそう言ったのでしょう。何かをしない限り、ダークウェブで競合他社の新技術に懸賞金をかけています。すでに依頼を受けている。有名な水曜日の強盗団。この新しい技術はすでに必要です。サイモンの研究室からアンコが盗んだファイル。このファイルはオーロラ産業のものではない。連邦センターからです。大使のメッセージ。数人の技術者が行方不明。第5のニュース。オーロラ産業主任科学者サイモン。最近世間から姿を消した。どこへ行ったの。ここでの失踪とアンコの誘拐を混同する人もいるでしょう。それは正しくない。我々はまずニュースのタイミングを明確にする必要がある。ダークウェブの懸賞金。写真は盗難前のもの。水曜日には技術は必要ありません。狐の話をしている。誘拐の主人公もスクリーニング後に特定された。行方不明者は水曜日とは無関係です。ここで注目すべきはサイモンです。サイモンはオーロラ産業の主任科学者です。盗難はサイモンの研究室で起こった。実はオーロラ産業には目的があります。この最先端の人材をサイモン研究所に集めました。外部との接触を禁止する。この現象は実は珍しくない。新しい技術が登場すると、研究開発に関わる人々は絶対的な機密保持を必要とする。外から見ると彼らは消えたように見えます。9域の逆妙助事件を覚えていますか。参加者は外部との接触も禁止された。何のためにこの人々に集中するのか。妹を招待する動機も同じです。連邦中枢のファイルを解読するために。これで窃盗の前半を復元できます。連邦中枢にはオーロラ産業のアーカイブがあります。このファイルはおそらく電エネルギー技術と関係があります。このオーロラの株価は暴落した。投資家の信頼回復。新技術を発表するために。実際には連邦公文書館を解読しています。その技術を所有する。結果発表後のニュース。シューデル電子は、ダークウェブで新技術に報いる。水曜日はオーロラ産業とよく対立します。天高のために任を引き取った。そして PV で盗難事件が発生した。このファイルの翻訳は成功しましたか。結果から見ると、オーロラ産業はいくつかの成果を上げた。ゴトカコ点秘密肥料ぜ我このを敵。これらの成果は彼らにはできない。局長の口から出た恐ろしい秘密。このファイルは新しい技術ではない。破壊するよりも、水曜日と一緒に働いています。13階に行った人が生きて出られるのかという言葉がありました。光産業は良いビジネスではない。このことを消すことは少なくはできない。このファイルの研究に関わった人は少なくない。メイン LINE から見ると、このファイルの秘密を知っている。ディレクターとオーロラの社長。紛失したファイルが解読された場合、結果はほとんどです。だから局長は言う。カールは彼をきれいにする。カールという名前はアッシャー 1.0 のエピソードで初めて登場した。彼はハイガードの第9地区の最後の執行役員でした。彼はまたアジアの州政府の長官です。暴露資料ではアジアの政府からの圧力にも言及している。カールもこのファイルを知っていた。これらのメッセージを結合する。結論に達しました。水曜日のグループに焦点を当てる。カールの部下。社長と社長が一緒に作った。顔の上に。オーロラ工業が会場提供会議。カールが参加している。会議の価値を高めました。水曜日に再び行動を起こすために。インダチブ、オーロラ産業はアーカイブ位置情報システムをアップグレードします。ノラが ID カードをコピーした時に、狐に発見された。待ち伏せしたロスリンを演じた。しかし、最後の準備から逃れられなかった。それは局長が作成した偽ファイルです。この作戦では、水曜日の盗難が成功するのを一番望んだのはカールと局長ら。それだけです。盗まれた本物のファイルを見つけることができます。水曜日は無事脱出。実はすでに完全に露出した。今回の演出はとても巧妙です。最も興味深いのはアーカイブのソースです。ファイルは連邦中央部のものだから。デル中黒エレクトリックと水曜日の真偽の見分けがつかない。オーロラ産業が新技術を盗まれていないと主張する限り、水曜日は仕事を続けます。このファイルに隠された秘密は？答えは別の PV にあります。クラレルの PV は設定に穴だらけだが、しかし概念的なことを教えてくれます。最も重要なのは連邦政府が時間を遡っていることです。教授、私の仮説は間違っていません。連邦政府は時間を沿っています。このファイルはおそらく最初の時空回帰実験である。それが恐ろしい秘密と呼ばれます。東古州不得不定法出題的言能禁止法案。この法案はメテ不利だ。伝統的な企業でも新しい企業でも反対派のために、法案は既存の原発現状をそのまま維持する。何も変わっていないと等しい。サポーターのために、新エネルギー技術の出現を禁止する法案。言能の発展を抑制した。法案は妥協のように見える。個人的に時空回帰実験をすることが心配です。だからグリッドにはドアがないのです。技術は上層部に独占されているからです。ハガードと連邦だけがアクセスできる。最初の時空回帰実験も連邦とハイガードによって行われたに違いない。おそらくファイルに記録されています。オーロラ産業はこれを新しい技術と考えています。所有したい。恐ろしい秘密を知りたくない。オーロラ社長や保安局長官にも無理だ。最後のメッセージはスターアイランドタワーの新しい技術ロボット予約です。実はこれも無益なことです。庁舎周辺には1日長反応に抗議する群衆が取り囲んでいる。もしオーロラが本来の能力に匹敵する技術を持っていたら、それはスターアイランドホテルにとっても良いことです。次は4枚目の写真。ロスリンの事件を参照。前の記事は PV で見られます。その後の一連のプロセスは事件が間違っていることを感じる。委員会設置申請却下。
内部の誰かが妨害していると説明する。叔父も関与している。オーロラは盗難品の開示を拒否。損失はないと主張する。最初の目的は人々を安心させることでした。盗難ファイルは隠されています。水曜日の餌にもなりました。アシャの政府の指示は当然カールから来た。カールも知識があるらしい。第5話水曜日のギャングの指名手配。現在は3人のメンバーがいる。アンコール、ノラ、グレイフォックス。爆発物として。この地図は成功した。西郷はロスリンの降格である。彼女はそれを調べると主張した。これで局長らの計画を乱すことになる。彼女を外から追い出してください。ロスリンの正義感を感じている。独立した訴訟権がなくても水曜日は続く。新バージョンの終わりに。ロスリンは長官の会話を聞いた。彼女の世界観は崩壊していない。次のバージョンはロースリンに自信を取り戻すよう促すはずです。これでオーロラ強盗事件の分析は完了です。複数の勢力が交錯する。皆その中で権勢を争う。でも今はハーフタイムです。より大きな嵐が来る。水曜日に公開。追跡から逃れられるか。ロスリンは警察官を解雇。政府との交渉は可能か。ノラは27段の瓶の中に何かを見た。なぜ反応するのか。最初の地下世界への介入は失敗。次のデータポイントはどこですか。フォローアップを期待してください。風の心配。別のタワーを体験してください。